ねえ、のぞみ、昨日の夜ご飯何かてか？昨日、カレーライス。すっごく美味しかった。美咲は？私、餃子。冷蔵庫にあったキャベツと豚肉で作ったよ。ああ、いいな。手作りの餃子って最高だよね。あ、そういえば、一昨日はパスタ食べたかも。ちょっと待って。カレーライスに餃子にパスタ？私たち1週間でいろんなジャンルのもの食べてない？ああ、言われてみたら確かに。あと、金曜日は焼き魚だったかな。それが普通だよね。日本って本当に不思議だなって思って。どういう意味？だってさ、カレーライス、餃子、パスタ、焼き魚って全部ジャンルが違うじゃない。インド料理、中華料理、イタリア料理、和食。でも全部家で普通に食べる料理なんだよね。ああ、確かに。あんまり意識したことなかったけど、それって実はすごいことかも。そうそう。今日はそのテーマで話したいな。日本人は毎日一体何を食べているのかって。いいね。改めて聞かれると確かに面白そじゃあ、まず日本の家庭料理って実際どんなものがあるか考えてみようか。う。うん。和食だったら、味噌汁、焼き魚、煮物、炒め物、肉じゃが。洋食はハンバーグ、コロッケ、グラタン、スパゲティ、シチュー。中華系は餃子、チャーハン、麻婆豆腐、春巻き。あと、カレーライスとかオムライスとかも全部家庭料理だよね。すごいね。数えから何十種類もある。いや、もっとあるかも。そうなんだよ。しかもどれも特別な日の料理じゃなくて、普通の平日の夕食として食べるものなんだよね。外国ってそういうわけじゃないの？いろいろなパターンがあるけど、外自分の国の料理を中心に食べることが多いと思うよ。なるほど。日本人はいろんな国の料理を全部自分たちのものにしちゃってるんだね。そう、日本流にアレンジして日本の家庭に根付かせてきたんだよね。カレーライスもハンバーグも今は完全に日本の食べ物って感じがするよね。確かに、カレーライスなんてインド料理が元になってるのに、今や日本を代表する料理の一つだもんね。そんな多種多様な料理を毎日食べている日本人には、献立というすごく大事な概念があってね。献立。リスナーの皆さんは聞いたことあるかな？献立っていうのは、今日の食事で何を作るかという料理のリストのことだよ。今日の夜ご飯は何にしようと考えることを献立を考えるっていうんだ。これね、実は日本のお母さんたちの一番大変な仕事の一つって言われてるんだよ。そうそう。毎日毎日今日何作ろうって考えなきゃいけないから。しかも栄養のバランスを考えたり、前の日と同じものはなるべく出さないようにしたり、季節の食材を使ったり。地味に大変だよね。今はスマートフォンのアプリで今日の献立を提案してくれるサービスも人気があるくらいだから。それだけ悩む人が多いってことだよね。今日の夜ご飯何にしよう問題って日本ではみんなが共感するあるあるなんだよ。また同じものって家族に言われないようにしながら毎日違うものを出そうとするお母さんたち。本当にすごいよね。じゃあ実際にどんな1週間になるか見てみようか。例えば、月曜日は味噌汁と焼き魚と白米。火曜日はハンバーグとサラダ。水曜日は餃子とスープ。木曜日はカレーライス。金曜日はパスタ。土曜日は肉じゃが。日曜日は焼肉みたいな感じ。2度とに全部違う。しかもジャンルもバラバラ。これが日本の普通の家庭の1週間なんだよね。外国だとこうはならないの？そうね。例えば、ドイツにはアーベントブロートっていう文化があってね、夕方のパンっていう意味なんだけど、夜ご飯はチーズとハムとパンという冷たい食事を毎日食べるのが一般的なんだって。毎日同じもの？うん。歴史的に工場で働く人が多くて、お昼に温かい食事をとって夜は簡単に済ませる習慣が根付いたんだって。しかもドイツって86種類以上のパンがあるくらいパン文化が豊かだから、毎日パンでも飽きないのかもね。日本だと夜ご飯がメインっていうイメージがあるけど全然違うんだね。北欧のスウェーデンやフィンランドも毎日
お肉かお魚とじゃがいもと野菜という決まったパターンで食べることが多いって聞いたよ。共働きの家庭が多くて、食事をできるだけ合理的に済ませるという考え方が強いんだって。確かにそれはそれで合理的だよね。でも日本だとそれをしたら手を抜いてるって思われそう。そこが文化の違いだよね。日本では毎日違うものを食べさせることがいいお母さんの基準の一つみたいになってるところがあるかも。そもそもなんで日本ってこんなに食べ物の種類が豊かになったんだろうね。それはね、明治時代以降の歴史と深く関係があるんだよ。明治時代って1868年から始まる時代なんだけど、そこで日本は一気に西洋の文化を取り入れ始めたんだよね。食べ物も含めて？そう。牛肉を食べることが広まったのもこの頃だし、洋食のレストランができたりして、だんだん家庭にも洋食が入ってきた。で、日本人は西洋の料理をそのまま食べたわけじゃなくて。そう。自分たちの口に合うようにアレンジしたんだよね。ハンバーグはドイツ料理が元だけど、日本のハンバーグはデミグラスソースやおろしポン酢で食べる和風ハンバーグになったり、コロッケはフランスの料理が元で、日本では揚げ物として進化した。すごい日本化されてるんだね。だから洋食という言葉自体が面白くて、ハンバーグ、オムライス、コロッケって元は外国のものなんだけど、今や完全に日本の料理になってるんだよね。そうそう、リスナーの皆さん、日本のハンバーグとアメリカのハンバーガーは全然違うものですよ。そうそう、日本のハンバーグはお皿に乗っていて、ナイフとフォークで食べるやつね。日本の食の話で忘れてはいけないのがお弁当だよね。そう、お弁当文化って外国から見るとかなり特殊みたいだよ。お弁当って知らない人のために説明すると、箱の中にご飯とおかずを詰めた持ち運びできる食事のことだよね。日本のお弁当の特徴はまず彩りなんだよね。赤、黄色、緑の3色を意識して詰めるのが基本って言われてる。赤はトマトや人参、黄色は卵やトウモロコシ、緑はブロッコリーやほうれい草みたいな感じで。見た目が綺麗なだけじゃなくて、栄養バランスも自然に取れるんだよね。そうそう。しかもお弁当って冷めた状態で食べることが多いから、冷めても美味しい料理を選ぶっていう技術も必要なんだよ。これ外国ではどうなの？アメリカだとランチボックスにサンドイッチとフルーツを入れる感じが多いし、イギリスもシンプルなサンドイッチが定番みたい。作る手間が全然違うよね。確かに日本のお弁当って詰めるだけじゃなくてアートに近い感じがするもんね。特に日本で有名なのがキャラ弁ね。アニメやキャラクターをご飯やおかずで表現したお弁当。あれ本当にすごい技術だよね。子供が喜ぶようにすごく手をかけて作るお母さんたちが多い。外国の人から見ると可愛い、バランスがいい、冷めても美味しいの三拍子が揃っていて、かなり驚かれるみたいだよ。食に手間をかける文化がお弁当にもよく現れてるよね。ここまで話してきて、日本人って食べ物にものすごく手をかけてるって改めて思った。こだわりが強いというか。合理的に考えたら、毎日違う献立を考えて手間のかかる料理を作るのって効率が悪いとも言えるよね。ドイツの人やスウェーデンの人から見たら、なんでそんなに大変なことするのってなるかも。でもね、日本では作ってくれた人への感謝っていうのがすごく大事な文化があるじゃない。いただきます、ごちそうさまっていう言葉にもそれが現れてるよね。そっか、手をかけて作ることが愛情の表し方の一つになってるんだね。食物を通して人とのつながりを大切にするっていう日本らしさがあるよね。合理的かどうかじゃなくて文化として根付いてるんだと思う。今日は日本人の食生活についていろいろ話してきたけど、改めてどんなことが面白かった？やっぱり和食洋食中華が全部家庭料理として日常にあるっていうのは世界的に見るとかなり特別なことだなって思った。リスナーの皆さんにとっては食べ物の語彙を知ることで日本文化を理解する近道だと思うよ。そうそう、肉じゃが、チャーハン、和風ハンバーグみたいな言葉を知ることで日本の食文化の奥深さが見えてくるよね。外国から来た料理の名前をそのまま呼んでいるものもあるし。外来語だね。外来語はたくさんあって面白いから、また今度話そうか。お、いいね、楽しみ。皆さんは好きな日本料理はありますか？ぜひコメントで教えてください。あなたの国の夜ご飯がどんなものか教えてくれると嬉しいな。今日も聞いてくれてありがとう。また次回のエピソードでお会いしましょう。じゃあねー。